今からメトロで市内地へ向かいます。いけた？いけた。いけたね。やっぱ10セントでダメだ。でもさ、ここさ20セントって書いてあるよね。あ、20ユーロか。絶対無理よ。ダメなんだ。ツナサンドですね。すごいたっぷり入ってます。とコーヒーですね。これで 9.9 ユーロ。結構高めなんですけど、はい。うまい。うまい。ツナと。うまい。電車2個あったんですけど、シティセンターって書いてある方に乗りました。多分これで合ってるかな。Wrapper. Wrapper. 前駅に着きました。おお。もう教会がある。すごい。なんか全然雰囲気違うね、やっぱり。やっぱ焼き栗があるね。すごいわ。やっぱ盛んになってるわ、緩やかに。あ、猫おる。猫。結構この通り賑わってますね。It smells so cheap, wine, cigarettes. This place is always such a mess. I'm tired of ホテルこちらでしたね。またアパートメントタイプなんですけど、はい、こちらの建物の中みたいですね。I was here in the morning just to heat up with AC, so we don't have to be cold. 広いね。結局部屋2階でしたね。僕美容室なんで違うかなと思ったんですけど、ここの部屋みたいですね。で部屋がアパートメントタイプなんでめちゃくちゃ広いんですよね。奥がバスルームですね。結構綺麗です。でここにキッチンがあって、キッチンも自由に使っていいみたいですね。あと冷蔵庫とか洗濯機とかも全部ついてるんで洗濯とかもできますね。であとここがリビングがあって、ここは結構広いですね。ここはリビングか。リビングが結構広くてテレビとかもあります。でベッドルーム別になっててこっちですね。結構いい感じです。地味に坂ですね。足腰鍛わるな。これぐらいが一番、傾斜がいい。ジムのあれみたい。これすごいな、この建物。フォントいいな、フォントが。ちょっとスーパーがあったので入ってみたいと思います。すごい。なんか持ち帰りのやつもありますね。ポルトガルはこのちょっとタラかわかんないですけど、タラとか海鮮系が有名らしいですね。タコとかタラとかアサリとかそういった海鮮料理がいっぱい食べられるお店が多いみたいです。すごい。全部スープや。でもさ、この辺もさ、
やっぱシーフードっぽいよね。惣菜も全部。肉って書いてある。なんかほら豆だね。豆の煮込みとか肉か。これ何？スープ？スープ？すごい。ちょっと欲しい。スープか。何のスープか分からんけどでかいね。わかった。さつまいも？さつまいもすごいな。惣菜がいっぱいあるわ。美味しそう。見て、ウインナーとかもある。サラミもある。うわーすごい美味しそうやね。どっかで食べれんかな。チーズもすごい。うわチーズすごっ。この丸のまま売ってるんやな。半分やけどほらこれとか丸じゃん。でもさこれで6ユーロとかやったら結構安ない？ね。できるのに何日かかるよ。すげえ種類も多いわ。ジュース買っていきたい。美味しそう。あジュースもいいね。フルーツも結構取れそうやなこれ。チーズコーナー。野菜は1キロ、トマト1キロ2ユーロぐらい。まあちょっと高いんかな。1キロやった1キロ。でもトマト水分やから結構重たいんじゃないかな。Exclusivo para clientes com cartão poupa mais física na app Meu Pingo Doce. Saiba todas as condições aqui na sua loja pingodoce.pt. ブロッコリーが1キロ 2.4。1キロって言われたら何個ぐらい買えるんだろう。3つ4つ買えるんだろうかな。それで 2.4 やったらちょっと安いかもね。マレーシアいくらやったっけ？マレーシアいくらぐらいだっけ。1個でも100円以内やから。キロ7とかじゃなくて、さすがにマレーシアよりかは高いけどさ。いやでも21あでもちょっと高い。マレーシアは安すぎる。あチーズすごい。お酒はやっぱワインって感じやな。ワインがいっぱい。ワインだらけ。オリーブとかある。うわパンパンやん。これ何やろな。コーンじゃない？コーンか。豚肉があるねしっかり。豚肉が豚ひき肉いくらこれ。 500g の 3.69 ユーロ。あでも 500g3 だったら500円ぐらい。日本と同じぐらいかな。 100g100 円だったらまあほぼ、まあ、全然日本より安いかもしれない。もしかして鶏肉とかはこれ胸肉か。胸肉が何グラムこれ。キロ 6.98 って書いてある。キロ 6.98。キロ 7？ あちょい高いな。ちょい高いね。部位がいっぱいある。チキンの種類多いね。この量り売りで買うと鶏胸でキロ 5.49 ユーロですね。結構いろんな部位ありますね。これ何なんですかね。ウサギ？やっぱ海鮮の種類が圧倒的に多いですね。タコもこれだけありますね。でっか。めちゃくちゃでかいですね。エビとかあと干しダラとか干し魚とかそういうのもいっぱいありました。この通りとかすごいですね。奥に教会が見えるんですけどめちゃくちゃ坂になってますけど、この坂によって街が全体的に見えるっていう。
面白い地形ですね。あ、後ろ入る。ポルトガルならではな感じやな。ここもし車買ったら難易度激ヤバの駐車場ですね。右ハンドル石畳マニュアル坂道後ろを無視縦列駐車やばすぎる。ちょっと雑貨屋さんがあったので入ってみたいと思います。デザインかわいい。あれですね、この青と白のこういうデザインがポルトガルのデザインっぽいですね。よく見かけます。わ、いいね。おしゃれやな。かわいいな。これ猫のやつじゃん。あ、猫のワンコのやつかもしれん。ワンコ猫とかワンコとかガブガブするやつかも。あ、見て、コルク細工。コルクなんかな、これ。コルクめっちゃ有名。コルク有名な。コルクとあと缶詰が有名。これさ、イワシの。なんかこういうこと。そういうこと。じゃあ、いや、本物が入ってるよ。本物入ってないの、多分。え、本物が入ってるよ。あ、入ってるの。見て、ちっちゃいバルサミコみたいなのあるよ。本当だ。これすごいおしゃれ。これ何？パテだって。パテ？パテ。いいね。これデザインめっちゃおしゃれやね。かわいい。オイルサーディンかな。Oh, okay. Just some words. Good. これかわいい So これ。 it's only here in Portugal, okay? Oh, okay. And we have almost everything recycled. The postcards, if you take 6, it's only 5 euros. Okay? うん。 So enjoy it. Thank you。これ可愛くない？めっちゃ可愛いデザイン買って帰ろうかな。だろう。どれ買ったんだ？これ自分用と友達に送る用と可愛い。かわいい。治安は悪くなさそうなんですけど、やっぱり落書きとか結構多いですね。ちょっと歩いてたら駅に入ったんですけど、ここすごいですね。あ、すごい。なんちゅう建物。あ、でもでかいね、ここ。ポルト駅？すごいですね。壁が壁画みたいになってますね。サンベント駅。サンベント駅。この辺で一番大きい駅かな。私この壁の壁画じゃなくてなんていう天井もすごいね。の？アズレージュ。アズレージュ。アズレージュ。世界で最も美しい駅に選ばれたことがあるらしい。うわあ、全然改札がないので駅入れますね、勝手に。さっきいたところがサンベント駅っていうところの中なんですけど、この辺りの周辺がポルトの中でも一番栄えているところみたいですね。建物がやっぱどこも綺麗で、はい、結構人も多いですね。
あ、この通りすごい。ここで美味しいタルトがあるみたいなんで、ちょっと休憩していきたいなと思います。あったタルト。あったすごい。すごい美味しそうやな。ほらこれでそれ？飲み物は？なんかワインついてるセットがある。ワインで捨てた分かな。これ美味しそうやね。この飲み物。ラテやってラテらしい。Latte for nata, yes? Mhm. My friend, this Atakai. is cinnamon and sugar for natas. This is amazing, yes. Okay. This is black is the sugar for coffee, okay? But this combination is amazing. Okay. Enjoy, please. Thank you. だってあったかそうやな。高い。うん、美味しい。おいしい。けど甘さ入ってないね。あるよ。うん。甘い方が美味しいやっぱり。どうぞ。タルト食べてみよう。これが本場のタルトですね。エッグタルト。いただきます。美味しい。サクサクやね。あったかい。うん。生地サクサクで、中はなんていうかな、プリンみたいな生地なんですけど、トロトロで美味しいですね。うん。美味しい。これにシナモンパウダーをかけるとさらに美味しくなるらしいですね。結構ねかかってる。ああ、もう匂いがいい。うん。あ、うまい。美味しい。うん。砂糖バーキャベツ。かけた方が美味しいこれ。マジで？うん。なんかね、庶民のお菓子から高級なお菓子になった急に。本当やこれ。シナモン美味しすぎるんでたっぷりかけて。けど他のお客さんもいっぱいかけたもんね。かけた。うん。うまっ。美味しい。かければかけるほどうまいかも。カモメとかハトがめちゃくちゃ狙ってますね。お客さんいなくなった瞬間、さっきテーブルにハトがめっちゃ集まって食べてましたね。あー、来てる来てる来てる。来るな来るな。カフェの周辺もね、綺麗なお店多いっぽいので、ちょっと散歩してみようかなと思います。Já não sei se a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago olho. ちょっと見てみるね。 Entra no céu, pintou 何屋さん？チョコレート屋さんじゃん。チョコ屋さんみたいですね。おしゃれですね、めちゃくちゃ。ほら。見て、めちゃくちゃおしゃれ。これほらお土産とかも良さそうよね。ビーワイン。ワインやって。どんなの入ってる？大丈夫これ。何味？水ヘーゼルナッツって書いてある。あ、こっち？顔が。
めっちゃおしゃれ。いろんなタイプあるみたいね。このオランジェッテオランジェッテだったらそれ好きや。好き。あ、見て、ポルト缶がある。本当だ。ポルトの缶か。なんかでもこれ粉やね。このやな。なんかココアみたいな。ココアかな。人気っぽいですね。犬多いな。されちゃう？サモエド？秋田県みたいだな今。茶色くて可愛い。うん。来たよ。ちっちゃいのさみたい。わーお。すごい。かわいい。おしゃれだね。かもしれない。すごいですね。なんかやってます。マッチングみたいですね。大学とかかな。これなんやろうな。閉まってるけど。この家もすごくない？カラーが。この通りさ、ストリートミュージシャンとかさ、なんかいろいろって面白いね。定期的にこれおるね。写真撮ってあげるやつか。ドネーション入ってる。長渕。この通りもすごいですね。坂道かつ十字路みたいになってるんで、いろんな景色が映りますね。家全部可愛い。坂道ってすごいよね。立体的街が。そう坂道なんですけど、緩やかな坂道なんで、結構歩いててもきつくないんですよね。路地マニアにとってはたまらんな。誰やの島に。すごい。関係ないけどさ、なんか緑が青々してるね。芝が青々してる、関係ないけど。あ、見て、なんか川やね、あっち。あ、川のとこまで来たんだ。あ、そっか、あっち側がこのまたあさってぐらいに行くとこか。この川沿いが結構ご飯屋さんとかさ、綺麗なお店が多いとこや。リバーサイドまで来ましたね。ちょうど夕暮れがね、いい感じやね。木戸が可愛いレンガ。木戸すごいわ。木戸の紫レンガや。おしゃれやんな。イタリアもおしゃれだったけどね、結構。いい感じ。
川沿いを散歩してみたいと思います。うわ、危ない。ここで食べるご飯とか超うまいやんな。上の方電車も通ってますね。ご飯の美味しそうな匂いが漂ってますね。お腹減ってきたな。いいな、この景色見ながらね食べるご飯最高やろな。下も広場になってんね。船着き場かな。なんかおしゃれなとこ来た。左。すごい。等間隔であ、でもすぐ下海。手すりとかなんもないんやな。すごいゆっくりできそうやわ。意外と寒くないね。あ、作れてる。完全に日が暮れたんですけど、水面にちょうど対岸の街が映って綺麗ですね。夜もまたいい感じ。うん、いい感じやね。てか風がないからさ、風ないね。うん、寒くないわ。バカリャオ。ここやん。ここ？ちょっと一席空いてる。ちょっと考えようか。いけるかな。とかいっぱいだね。なんかいっぱいかもな。外の席が一席だけ空いてたんで、これ食べたいと思います。もう綺麗だね。綺麗。そこまで寒くないし。伝わらないかもしれないんですけど、結構星もたくさん見えますね。オリオン座とかも肉眼でもしっかり見えますね。カメラやとこれ。多分見えへんと思う。ポルト産のワインみたいですね。Thank you. Just a moment, okay? 乾杯。あ、美味しい。なんかめっちゃ濃いな。めちゃくちゃうまい。うん。甘みがすごい。何これ、蜂蜜みたいな甘さするわ。こんな甘い白ワイン初めて飲んだ。川に映る。あ、めっちゃいい感じ。
蜜や。うん蜂蜜ぐらい甘いわ本当に。すごいもうタラの匂いすごいするわ。いい匂い。これが何だっけ、タラの名前は分からんけど、なんか揚げちょっと軽く揚げてあるみたいな。揚げたやつで、これがタラの皮のチップスね。でこれつけて食べるみたいな。これさつまいもだって。じゃあいただきます。いただきます。これからなんか名物っぽかったよね。うまい。カリカリ。すごいポルトガルならではやな。めっちゃうまい。うまっ。そう。軽いね。本当に魚のさ皮食べてるみたいな。うわ。ソースうまっ。俺魚の皮大好きだからさ、絶対好きだわ。マヨネーズソースかな。うまっ。一気にさスナックって感じになる。めっちゃ美味しい。美味しい。ワインも合いそうやな。甘いですよ。なんか紐外れた犬がほら。フリーのワンコや。フリーのワンコが来た。ちゃんと待って偉い。あ、ちょっといただいてみます。いただきます。あ、でも身が柔らかくてほぐれるわ。うわ、すごい。めっちゃ美味しい。柔らかい。柔らかい。美味しい。チャキチャキしてる。うわ、うまっ。めっちゃ美味しい。旨味が凝縮してる。で柔らかくてさ、なんだろう、素材の旨味かな。なんかだしをそのまま食べてるみたいなさ、うまさだよね。ちょっとソースかけて。もうさつまいも。うわ、うまい。これちょっとチーズソースかな。ちょっとこってりして美味しいね。さつまいもカリカリ。あとタラうまいな。うまっ。柔らか。さつまいもと一緒に食べるっていうのもさ、あんまり見ない組み合わせだよね。魚とさつまいもってさ、さつまいもですね。うわ、おいしいこれ。表面がパリパリでさ、中甘いね。なんかさつまいもかな。じゃがいもっぽさもあるね。これめちゃくちゃ美味しいな。海外で初めて食べれるってやっぱびっくりするわ。たらなんか中ちょっと半生で。本当に火入れが絶妙やな。水っぽくなくて美味しいし、臭みもさないよね。全部旨味って感じで美味しい。美味しいこれ。景色を見ながら食べれるのもいいよな。美味しくて今一瞬景色。景色が最高やな。うますぎて景色関係なくなってくる。あ、落ちちゃった。ごめん。リゾットめっちゃ美味しそうですね。意外とパクチーが入ってますね。あ、香りがいい。海鮮全然そう。香りこっちかざしもやからね。かざしもやから。めっちゃいい匂いしてるずっと。 Amazing, yes. Amazing, yeah. Can you give me a spoon? Spoon. Okay. Just a moment. Yes. やってきましたね。これで温まれる。エビとかイカとかタラも入ってるかな。タラ入ってるね。入ってます。香りはめっちゃいいですね。チーズクリームリゾットみたいな感じで。うまっ。確かに意外な味する。あれだね、レモンだねこれね。めっちゃレモン入ってるね。書いてあったよな。ポルトガルってさチーズにレモン混ぜるみたいな。
意外と酸味がありますね。海鮮のだしにレモンの酸味と香りが入っているご飯みたいな。でパクチーとかのハーブの香りもあって、ちょっと食べたことない感じの組み合わせですね。めちゃくちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しいこれ。全部で69.5ユーロでしたね。ちょっとイタリアよりも安く感じるかな。この景色の中食べれて大満足でした。おはようございます。もう12時ぐらいなんで、これからちょっとお昼ご飯を食べに行きたいと思います。ああ、土曜日なんかマーケットがありますね。めっちゃ綺麗やな。写真でもピカチュウとかあるわ。小物屋さん、石屋さん、ハンドソープ。おしゃれやな。革製品おしゃれよな、めっちゃ。これかわいいね。色がどれもいいよね。おしゃれな教会があるわ。色が綺麗。地図上では普通の道だと思ってたんですけど、結構起伏があるんで、まさかこっちの道かみたいな感じになってます。イタリアとさ、ちょっと色合い違う気するよね。ちょっとさ、濃くない？緑とか、赤とかの色も結構濃い気する。ここですね。今日ちょっと趣向を変えてハンバーガーを食べに来ました。どうやらめちゃくちゃ美味しいらしいんですよね。結構いろんなところにハンバーガー屋さんがあって、ポルトガルの人結構食べるのかなって思います。いっぱいか？結構多いね。入れるかな？ギリギリ端っこの席空いてましたね。いいですね、ここの席作ってる様子めっちゃ見えます。これがホーリービールですね。オリジナルっぽいです。とピンクレモネード。でかいね。でかい。アルコールよりもでかい。これノンアルです。飲んでみようかな。乾杯する。乾杯。乾杯。あ、美味しい。飲みやすいわ。さらっとしてる。若干柑橘っぽい味もある、酸味もある。美味しいわ、さらっとしてて。いや、この席めっちゃいいですね。作ってる様子全部見えます。あー、お腹減ってきた。
したね。これがホーリーバーガーです。でこれがオリジナルやな。野菜入ってんね。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うわ、うまっ。ポテトさ、なんか芋の旨味すごいね。カリカリ。ケチャップなんか入ってんねこれ。うわ、ケチャップがさ、なんかちょっと燻製の感じと甘さが入ってる。なんかバーベキューソースみたいな。バーベキューソースやなこれ。うまい。ハンバーガーをいただきます。これちょっとどう食べればいいんだろう。なだれ起きそう。いただきます。うわ、うまっ。これやばいな。めっちゃ美味しいですね。中身が肉がめっちゃ分厚くて、あと周りがマッシュルームのソテーみたいなの入ってるんですけど、あとこのソースもちょっとマッシュルームな感じでめちゃくちゃ美味しいです。旨味がすごい。これうまっ。これはビールも合うわ。あー、ビールは合う。いやー、ちょっとこれうますぎるな。うまい。これがホーリーバーガー。なんか野菜が入ってます。うまい。野菜入ってるからさ、バランスがいいね。フレッシュな感じもあるし、肉の感じもあるし、めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しかったです。結構がっつりしたものを食べたかったんで、はい、大満足です。なんかちょっと近いやつけるな。なんかオリジナルからホーリーって名前なのかな。お会計全部で 38.3 ユーロですね。Thank you. Have a nice day. 気づいたらお店並んでますね。入れてよかったです。ちょっと川の向こうのエリアにも行ってみたいと思います。橋があるみたいなんでそっちに向かってます。スタバおしゃれやなこれ。やっぱマクドと同じでおしゃれにしてんやろな。ここが橋ですね。昨日はあの辺りの下でご飯食べたり、湖川眺めたりしたんですけど、その上のとこですね。なんかどうやら電車も通るみたいで、はい、線路があります。
絵見てるみたいな写真見てるみたいな気分になってくる。見て、下怖ない？結構透けてる。うわ怖っ。意識しだした瞬間怖くなってきた。反対側もいいですね。あっちにも橋があります。なんかここモノレール通ってますね。下から上に行く道があります。何やトロッコ？うん、なんかあるわ。うわ、高っ。めちゃくちゃ高いなこれ。怖いな。結構怖いですね。下見ると。あれが修道院みたいですね。人がいるんで観光名所的にもなってるなと思います。反対岸来ましたね。でここから下までロープウェイ降りれるみたいなんで、ちょっと乗ってみたいと思います。チケットなんですけど、片道7ユーロっぽいですね。結構高いですね。多分観光向けなんでこの値段なんですかね。Those boats are cool. They are really cool. I wonder like what they're used for. I think it's the tour boats, like they've all got like barrels. Imagine at port if we were like, oh, this is our tourist boat. Oh, this is so nice. 見て、下でご飯食べてるの分かる。 She went such a night with alcohol. Unless you want to go and then we come back another day. I don't know if I want to come back. I guess it's in the centre, isn't it? No. It's not. I don't know if they're in the centre. I don't know. Isn't it the district? はい、反対岸まで来ました。さっきあっち側からこうずっと橋を渡ってきて、でロープウェイでここまで降りてきたって感じですね。やっぱ土曜日なんで結構賑わってますね。マーケットとか、あとストリートミュージシャンとかも結構いますね。ちょうどこのロープウェイ乗り場の向かいですね。これが中が市場になってるみたいなんで、ちょっと行ってみたいなと思います。わあ、美味しそうに映る。おお、すごい。フードコートですね、市場というより。わあ、ご飯屋さんいっぱい。多分ここでビールとか買って、でいろんなお店でおつまみとかご飯とか注文して食べるような形式なんだと思います。ワインコーナーがあるので、ここで飲み物を注文するみたいです。Este también vino de Porto, ¿verdad? No. Vino verde es una cosa, vino de Porto es otra. Ah, otro. Vino de Porto es un licor. Este es vino. Vino en Portugal. こちらですね。ここにテラス席があったんで座ります。ちょっとごめん、どいて。でっか。でかいな。でもね、度数ちょっと低め、3.3%のしたんです。そしたら
つまみにオリーブとコーンかな。これなんかコーンじゃなさそう。コーンじゃなさそう詰め合わせをいただきました。じゃあ乾杯。バイバイ。カモメが狙いよ。あ、うまい。美味しい。軽いわ。3.3 杯から。めっちゃフルーティー。これ食べてみよう。なんやろうね。おお。鶏肉。コーンやな。コーン味コーンの味してるわ。でもシャキシャキでなんね、コリコリしてるね、ちょっと芯が残る感じあるけど。オリーブ絶妙に鶏肉食べた。これ 1.5 やった。 1.5? 安っ。オリーブ美味しいね。このコーンが食べてみたかったよ。このコーンが食べてみたかった。グリーンオリーブ。美味しい。ワイン飲んでみる。なんでワインをいただきます。ポルトガルのワインか。いや甘いんだっけちょっと。スパークリングだね。結構あっさりしてる。スパークリングじゃない。スパークリングというか微炭酸だよな。美味しい。さらっとしてるわ。でも甘すぎないね、あんまり。なんかフルーティーなやつが入ってた。コーン美味しいわ。結構塩辛い。せっかく来たんで川沿いの方を歩いてみたいなと思います。すごいですね、景色が。ちょうど今対岸のこの辺かな。この辺が昨日夜ご飯食べたエリアですね。結構人がいて栄えてるのが分かります。なんかテーマパークいるみたいな感じするな。すごいいい匂いする。いい匂いするな。パスタの匂いかな。パスタっぽい。でもほら焼き栗の匂いとかしてるわ。定期的にさ焼き栗がおることによってさ絶対これ曇ってるよね。焼き栗屋さんのせい。めっちゃいい匂いするよ。3ユーロやね。イタリアじゃない、イタリアより安い。イタリア何ユーロだっけ。5か。ここおしゃれやね、色が。多分ですけど缶詰屋さんですね。うわすごい。うわすごいわ。一面缶詰や。いやおしゃれですね。やっぱここポルトガル土産は缶詰がいいかもしれないですね。でも飛行機で持ち込みがちょっと微妙なんですよね、缶詰。スーツケースで預け入れとか入れれば大丈夫だと思うんですけど。60がダメだ。オーバーしてるか。そう液体の分も多分オーバーしてるんで手荷物では持って帰れなさそうですね。隣の店はグラタンコロッケのお店みたいですね。なんかチーズグラタンみたいな匂いがずっとしてるんですよ。見てすごい。おしゃれ。
うんなんかマックみたいなチーズちゃうでもこれ中身ないやつやろポテトフィッシュ水チーズ頼むやコートワインやいらん長っあら、this one okay? Thank you. 上座るとこあるみたいですね。すごい。Vida que matou nesse nível. Da cachorra. Fica muito bom. Fica bem gostoso. はい、いただきます。うん。タラコロッケ。めっちゃタラ。マジ？うん。あ、いい匂いする。うん。乾燥ダラを、なんかほぐしたような感じで、ちょっとなんだろう、魚の繊維がある。美味しい。旨味すごいわ。ちょっと塩辛いけど美味しい。チーズ出てきた。チーズがさ、なんだろう、ちょっと臭みがあってうまいわ。何チーズっていうか分からんけど、ちょっと癖があって美味しい。ロープウェイで帰るって手もあったんですけど、お金高いのと、あと下の方でも橋通ってるんで、ちょっとそっち渡って帰ろうかなと思います。タイヤの亀おる。これアートなんかな。タイヤの亀、ちっちゃい亀。今見ると結構な高さありますね。人があれだけ小さく見えるんで、かなり高いなと思います。ここの下を渡って帰ります。かなりでかいよな、これ。橋越しに見える街の景色がいいな。だいぶ曇ってきたな。ピチピチ当たってる雨が。どこもマーケット広がってますね、今日。あれ弾いてる？いや、あれ足でドラム叩いて、口でハーモニカ鳴らして、バンジョー弾いて、一人5役ぐらいの人や。足にタンバリンもついてる。すごいわ。ちょっと橋向かいにね、いいカフェがあったんで、こっちで休憩したいなと思います。エッグタルトもあるみたいですね。これがキャラメルマキアート。キャラメルマキアート。自分で注文したのにね。カプチーノ。で、タルトですね。うん。温まるわ。下なんか溜まってるな。うん。結構キャラメルの甘さがあって美味しいわ。うん。美味しいよ。まず普通に食べてみます。いただきます。うん。
めっちゃサクサク。うん。この前の店もサクサク度が高いわ。うん。中のクリームと中のクリーム甘め。なんか甘いって感じするね。ね甘い。なもん。うわ。いいよ。たっぷり。あげる。うわ。たっぷりかけていただきます。うん、うまい。やっぱかけた方が美味しいな。会計 8.5 ユーロですね。今橋の下なんですけど、ここ登るのに階段とあとなんですかね、モノレール的な選択肢があって4ドル高いな1人4ドル1人4ドルみたいですね。高いですね。結構歩こうか登れそう。歩いても10分ぐらいなんで、はい、ちょっと階段登ってみます。なんかすごいいい感じの通り。うわ、でも結構登るね。足腰きたわるわ。まだありましたね。結構階段一つ一つが大きいんでふくらはぎがきたわりますね。きつい。結構さっきの橋と同じ高さまで登ってきましたね。きつい結構きついわ結構階段きつかったんですけど、4ドル払ってモノレール乗ればここまで上がってこれるみたいな感じですね。こちらが陶器屋さんみたいですね。ちょっとおしゃれで着てみたかったので、はい、ちょっと入ってみます。よかったね、バリエーション。すごいいっぱいある。かわいい。上もある。あ、すごい、上もある。結構お店広いですね。うん。いろんなデザインの陶器が置いてありますね。かなり広いね。タイルがおしゃれですね。これ4つ組み合わせるとなおおしゃれですね。4つ組み合わせてこそ本領発揮みたいな感じじゃない？全然違う。確かにね、これさ、壁とかやったらめっちゃ綺麗やな。ポルトガルらしい。結構お店でかいですね。この中から好きなデザイン1個見つけろって言われたら難しいかもね。今駅裏側なんですけど、落書きすごいですね。一面落書きだらけ。駅もさ、駅の壁もすごいよね。でも治安は悪くないような感じなんですよね。普通に変な人おらない。ちなみに駅の反対側はタイムアウトマーケットっていう場所になってて、ここもさっき言った市場みたいな感じでお酒飲んだりご飯食べたりできる場所みたいですね。なんかめちゃくちゃ綺麗ですね。新しいんですかね。マジ？
なみに駅直結になってるみたいですね。あと2階もあるみたいです。ちなみにタイムアウトマーケットにはこういう建物があって、上レストランになってるみたいですね。多分見晴らし良さそうなんで、興味がある方は行ってみるといいかなと思います。今回こちらのレストランに来ました。Thank you. Platform right there. Okay? Okay. お店は結構こじんまりしていい感じですね。予約なかったんですけども、結構人多い感じで、はい、2人なら入れるということです。メニューはポルトガル料理なんですけど、魚も肉もいろいろ何でもあるっていう感じですね。昨日は割とタラ料理というか魚料理中心だったんですけど、ここだといろいろ食べられるみたいです。ああ、美味しい。これ飲みやすいね、やっぱり。美味しいわ。これキンキン。今日昼に飲んだやつよりはあっさりしてるけど、美味しい。ご飯とかに合いそう。結構ライトだね。今日なんか果実味があって美味しいわ。ちょっとさ、ワインというよりもちょっと青りんごのようなさ、酸っぱさと香り、爽やかな感じして美味しい。チョリソ。うわ。完全にこれ焼くためだけの皿やな。ほんまやな。すごい。これなんで有名なの？いや、分からん。有名ってわけはないけど、このお皿が使われてたから気になっただけ。写真撮ってる。で、これがタコのサラダ。Lá é a adega Dona Antônia, aqui é a taberna Dona Antônia. Então, quando voltarem pro corpo, vamos. Mas aquele é maior que esse? É menor, porém bem aconchegante também. Bem aconchegante. Está? Ok. Thank you. すごい。美味しそう。チョリソー食べようか。食べる。これがペッパーやな。これ食べたかったですよ。これ食べてみたかった。チーズ前菜がいっぱい。いい匂いする。美味しそう。カリカリや、外側。うわー、美味しそう。食べてみるわ。いただきます。サラミだね、これ。めっちゃ美味しい。ウインナーというよりもサラミで凝縮されてるね。これはビールだわ。ビールだわ。ああ、絶対ビール。美味しいな。ビール美味しい。めっちゃうまい。チョリソー食べたかったわ。タコ食べよう。タコのサラダ。
Eu acredito que a partir do dia 9 Sempre uma. de fevereiro já volta. パセリと酢の物みたいな味だね。に玉ねぎとパセリが入ってて、レモンの香りとかがいいな。美味しい、さっぱりしてる。タコが柔らかくない？柔らかい。だから弾力があるっていう感じじゃなくて、全然魚の身ぐらい柔らかいね。もうなんかペッパーカリカリでうまそう。辛いんかな。ししとうみたいな感じかな。おいしい。おいしい。下も食える。ししとうやな、ほぼ。でもちょっと甘みがあってさ、この焦げてるところのなんだろう、焦げの旨みみたいなのがいいな。味はシンプルな塩味じゃない。おいしい。おいしい。すごい。混ぜてもよろしい？今回はトマトソースだね。昨日もちょっとレモンだったもんね。昨日はタラだったけど、タラ。今回はシーフードライス。美味しそう。入ってる。あ、めっちゃ匂いがいい。トマト煮込みみたいな匂いする。量たっぷりだ。美味しい。確かに塩分控えめだね。昨日ちょっと塩分しっかり入ったって感じだけど、魚介の旨味全面にある感じで美味しいわ。エビ美味しい。エビがさ、2種類入ってるよね。このむき身と殻のやつ。あとアサリムール貝か。めちゃくちゃゴロゴロ。ムール貝うま。トマト煮込みなんだけどさ、トマトもさ、なんか濃厚というよりも結構あっさりだね。トマトスープ、ミネストローネみたいなさ、それぐらいあっさりだね。なんかちょっと辛くない？なんかちょっとじわじわ。ちょっと唐辛子のような辛さがある、喉に。あとお米がさ、長いね。長い。長いんだけどふっくらしてるさ、不思議な感じだね。何米なんだこれ。うまい。ほんとポルトガルよりは素材の味があって美味しいわ。優しい感じで食べやすい。ごちそうさまでした。美味しかったです。素材の旨味がやっぱいいですね。今回ちょっと塩分も控えめで、海鮮の出汁とかしっかりトマトの旨味とか感じることができてよかったです。会計ちょうど100ユーロでした。5ユーロ余ってる。現金使っとこう。いや美味しかったな。帰ろう。ポルトガルは結構夜遅くまでカフェがやってるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。地味に坂来る。午後傾斜きついわ。足がもう痛い。痛いんかい。痛いよ。ここか。やってるね。デカフェのコーヒーだったんで、カフェインレスですね。それを2つと、あとタルトを買いました。で、会計が 6.6 ユーロ。いただきます。さっき開いてたな。ちょうどお店が閉まる時間やから、ご飯屋さん食べ終わってきた。いただきます。あったかい。
まだこの時間でも全然作ってるよね。うわ、おいしい。おいしい。甘うま。ここちょっとさ、皮が固めで美味しいね、サクサクで。上手。こんな感じ。こんな感じ。しっかりかけてる。いいね。シナモンかけていただきます。中がトロトロ。ここのシナモンが美味しい。香りが。本当だ。しっかりしていいわ。これちょっと中のクリームあっさりじゃない？ここうまい。香りが美味しい。夜食べるにはちょうどいいかも。さっきのお店、夜の12時までやってるみたいなんですけど、お昼とかに行くと結構行列ができるぐらい人気の店らしいですね。夜だと全然人もいなかったですし、あとデカフェ、ノンカフェインのコーヒーもあるので、結構この時間に行くならおすすめですね。美味しかった。今日は今日も曇りかな。今9時過ぎなんですけど、ちょっと朝ごはんを食べに向かいます。ここですね。あ、ここだ。入ってるかな。入ってるかも。Good morning. 10%, okay? At this moment, inside. 8時30分から16時までやってるんで、朝昼食べれるようなお店ですね。カフェとしても利用してもいいかもしれないです。で、今日は今9時半ぐらいなんでブランチですね、食べたいと思います。これがダブルカプチーノとキャラメルラテ。美味しそう。美味しい。あったかいわ。落ち着く。キャラメルうまい。来ましたね。これがブランチセットですね。これがお肉系のソーセージのセットと、それがサーモンですね。サーモントースト。ボリュームすごい。すごい。収まりきらんわ、画面に。だいぶ引かんと。いただきます。うまっ。何から食べたらいいんやろな。ソーセージじゃん。ソーセージかな。表面がパリパリ。結構弾力がある。すごい。じゅわーってなってる。熱々や。美味しそう。もうめっちゃうまい。本当？皮が結構硬くてさ、皮からすごいうまい。中の肉汁がめっちゃ溢れてくる。パンも美味しい。ベーコンうまっ。ジューシー、カリカリしてるわ。ちょっと塩分強いけど美味しい。美味しい。ふわふわ。ね。が面白い。めっちゃ美味しい。なんかだしまさきの肉ぐらいの味がする。お芋。ジェノベーゼソースみたいなの買ってる。美味しい。ジェノベーゼだ。美味しいわ。
タルタル？タルタルみたいな感じ。うん、タルタルみたいな。ヨーグルトもついてきました。グラノーラヨーグルトかな。美味しそう。マスカットとザクロとグラノーラが入ってますね。美味しそう。美味しい。マスカットは甘い。久しぶりに食べたマスカットとか。結構量も多くて、あとウインナーとかスモークサーモンとか本格的で美味しかったです。今見ると結構並んでますね、お店。ポルトガルたまに並ぶお店あるんで、30分早めに行動して早めにお店来ると入れる可能性があると思います。会計全部合計で 32.75 ユーロでした。今正面に見えてるのが多分市役所ですね。シティホール。豪華やな。でも確かにさ、日本でもさ、名古屋市役所とかもさ、めっちゃ豪華やったよね。すごい。でかいね。結構坂がきつい。ちょっとブックストアですね。本屋さん、すごいおしゃれな本屋さんがあるので来てみました。で、本屋さん入るのに入場料とあと予約がネットでいるんですけど、結構並んでますね。ここが本屋さんになるんですけど、見ての通り結構人数並んでますけど、まあ予約したんですぐスムーズに入れるとは思います。もうすぐ入れそうなんですけど、ここが世界一美しいブックストアって言われてるらしいですね。ちょっと外側からまだ様子見えないんですけど、なんかハリー・ポッターの中に出てくる本屋さんの題材、なんかモチーフになった場所らしいですね。なので中にハリー・ポッターの商品とかも結構あるみたいです。うわ、すごいわ。あれが天国への階段。あの螺旋階段みたいなところが天国への階段って言われてるらしいですね。すごい。上もありますね。すごいな。ウィザード・オズとかさ、リトル・マーメイドとか、なんか本のカバーがめっちゃ綺麗。綺麗やね。ちょっと上にも登ってみたいと思います。
にある。英語の本も結構あるみたいですよ。村上春樹さんの作品とかもあります。でこのブックストア、入場料が10ユーロかかったんですけど、どうやら本を1冊買うとその10ユーロが戻ってくるみたいですね。ただお店の中、グッズ、コップとか水筒とかメモ帳とかグッズは売ってるんですけど、グッズじゃダメみたいですね。本を買ったら10ユーロ入場料分の、値段が割引されるらしいです。こちらのレシピ本とですね、あと壁のアートのデザイン本を買おうと思います。会計 19.3 ユーロでした。本2つ買ったんで入場料の10ユーロですね。合計20ユーロが割引されました。取られてる。It's for you. You can keep it. 喧嘩してるやん。にゃーおって言ってる。ちょっと電車乗る前に時間まだあるので、こちらで休憩しておこうかなと思います。外の席も結構通りが綺麗で気持ちいいですね。ただちょっと日陰に入ると寒いですね。そうやね。よ。美味しいかなここ。ほんま人気で。あ、でもちょっとパリパリな気するわ。うん。どう？うまっ。うまい。他よりもさ、中身がトロトロ。本当？うん。ちょっとほら溶けてるぐらい。あ、本当だ。本プリン食べてるみたいな中身。美味しいここ。当。いただきます。いただいて。コンコンコンって。そう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 。ああ。トロトロ。やっぱシナモン美味しい。これぐらいかけてもね。ちょっとかけすぎた。むせへん。むせる。あ。この建物が電車の駅みたいですね。一瞬駅と分かんなかったんですけど、めっちゃ綺麗ですね。綺麗な駅やな。電車来ましたね。意外と人が多いです。電車結構綺麗ですね。日本の新幹線と同じような感じがします。めっちゃ景色いいですね。これがポルトガルっぽい景色なんですかね。